今回は以前の動画で取り上げた生成 AI によるデータセンター需要で期待の3社の決算を確認して今後のデータセンター需要の動きについて見ていくよ。なのでまずはこの動画を見る前に以前の原発動画を見てからこの動画を見てね。それを前提に解説するよ。データセンター需要期待の3銘柄はティッカーシンボル NRG。こちらは過去1年のパフォーマンスはプラス 159% で5月7日に決算発表があったよ。ティッカーシンボル VST。こちらは過去1年のパフォーマンスはプラス 273% で5月8日に決算発表があったよ。ティッカーシンボル CEG。こちらは過去1年のパフォーマンスはプラス 165% で5月9日に決算発表があったよ。これらの決算発表内容を見ていくよ。決算を見ていくと言ってもよくあるような売上や EPS が予想と比べてどうかというのはやらないよ。なぜかというと、ここでのストーリーは生成 AI によるデータセンター需要だよ。データセンターは盛り上がると言っても数ヶ月で電力需要が爆発的に増えて売上や EPS に反映される話ではないよ。今後5年、10年かけて増えていく話だよ。なので、売上や EPS よりもデータセンター需要に対する各社の考え方を中心に見ていくよ。個別の決算の中身はこの後見ていくけど、先に原発セクター全体の見通しの考え方を説明していくよ。データセンター需要での成長は前回の動画で述べたね。今回の決算説明の中でもその記載を確認していくけど、このセクターを買う大きな理由だよね。それに加えて少し経済指標が弱いものも出てきているので、今後景気後退懸念も出てくるのではないかと思っているよ。そうなるとディフェンシブセクターにお金が流れる場面もあるかなと思っているよ。原発って成長銘柄のように今は解説しているけど、もともとユーティリティセクターであまり成長はしないけど不景気でも落ち込まないので不景気に変われるセクターだよ。今回もデータセンターはメガテックが作ろうとしていて、少しぐらいの景気後退ではその投資を絞るようにも思えないので、ユーティリティセクターとしても変われる可能性があるかなと思っているよ。となると、これらの銘柄は引き続き有望かもね。前回のスライドの復習だけど、こちらが2023年の商用の原子力発電量の予測値だよ。圧倒的に大きいのは CEG。次いで原発企業を買収した VST だよ。また、それに比べて少し小さめのところで NRG が注目だと説明したよ。他はそれぞれの理由でそこまで注目ではないと述べたよ。今回はこの3社の決算内容を見ていくよ。まずは NRG から。このスライドでは3つのキーメッセージが記載されているよ。生成 AI のデータセンター成長により電化トレンドがさらに悪化し、電力需要の変革的な増加の兆しが予測されるよ。NRG はその需給がタイトになることに対して収益化できるポジションにあるよ。テクノロジー主導の消費者プラットフォーム、多様な発電ポートフォリオ、最先端のビジネスエネルギープラットフォーム、および不動産用地のポートフォリオがあるよ。それらが大きな株主価値を生み出すことができると考えているよ。米国の電力需要はスーパーサイクルに入ってきているよ。複数の要因から長期的なステップの変化に対して明確な兆しが見えているよ。ちなみにその要因はデータセンターの成長はもちろんだけど、それだけではなく電化、製造、陸上輸送、LNG、仮想通貨、産業負荷の増加など他の要因も電力需要を増加させるものとなっているよ。左上のグラフが米国電力需要サイクルを示していて、2007年までは電力需要は上昇していたけど、
それ以降ずっと横ばいだったよ。それが2022年をはじめに10年ぐらいはまた電力需要が上昇するサイクルに入っているよ。左下のグラフは水色のところが再生可能エネルギーを示しているよ。2030年にかけてその割合が増えていくと予想されているよ。右上が新しい電力需要の割合だけど、生成 AI 関連が35ギガワットで、他のものが53ギガワットとなっているよ。生成 AI 関連は要因としては大きいけど、他の要因でも電力需要が増加していくことがわかるね。そして、このスーパーサイクルには、既存の発電資産の維持、新しい発電の開発、大規模な負荷、住宅用 VPP などによる需給へのアプローチすべてが必要となるよ。これは NRG にとっても変革の機会となるよ。NRG はデータセンターを含む大幅な電力負荷に対してスピード、手頃な価格、リソースの可用性を提供するよ。NRG はテキサス州の発電所だけど、テキサス州の特徴としては仮想通貨、LNG、製造業の国内ショアリングを含む大規模融資の優先されるところとしてすでに選ばれていて、いずれ近年大幅な成長を遂げると考えられているよ。テキサス州の将来に対する強い見通しがあるよ。生成 AI などによる大幅な電力需要増加の時代の勝者としての地位を確立しているよ。長距離光ファイバーネットワークの近くに豊富な土地があり、230以上のデータセンターがあるよ。テキサス州が大幅な電力需要増加のリーダーであることが予想されるよ。NRG は事業電力供給で2番目だよ。1番目は後で説明する CEG、4番目が VST だよ。事業天然ガス供給として NRG が1番目だよ。CEG が2番目だよ。今後数年間でハイパースケーラーは大規模データセンターのキャパを大幅に増やす計画だよ。実際に NRG にも需要増加の相談があるよ。データセンターの顧客から今後36ヶ月以内に既存の施設の容量を3倍に増やすことについて相談があったよ。需要の増加を NRG はリアルタイムで確認し、経験しているよ。NRG はテキサスの電力キャパシティの 65% の発電容量があるよ。より高い電力価格から中長期でのマージンの拡大を捉えられる一方で、短期的には分散された供給戦略で安定的に供給できるよ。NRG の不動産ポートフォリオの価値を示しているよ。左下の3つの地域に21のデータセンターと発電所向けの土地を持っているよ。左下が長距離光ファイバーケーブルがある場所だけど、それがある地域に土地があるよ。ここで発電所とデータセンターをセットにしていく提案をしていくようで、専用チームを立ち上げて取り組んでいるよ。昨年の Q1 に比べて、調整後 EBITDA が 31% 上昇しているよ。上昇分はスマートホームの部分が大きそうだね。データセンターが収益として寄与するのはまだまだ先の話だよ。カンファレンスコールの内容を見ていこう。21の土地の話について私たちは巨大な可能性を感じているが、明らかにこのサイトで何が最適かを正確にどれくらい早く把握するかという点でやるべきことが山ほどある。データセンターと発電所は同じ場所に設置するのが適している。したがって NRG はそれらの作業に多くの時間を費やしている。いずれ必ず皆さんにお届けできると思うが、それが今後2から3ヶ月以内になるかどうかはわからないよ。おそらく年末に近づくことになるよ。ご存知の通り、発電所の開発は大変な労力を要するよ。年末ぐらいに、ここら辺の話が期待できそうだね。さすがにかなり面白い話があるけど、発電所の開発の話だから時間がかかりそうだね。NRG の冷やしチャートはこちら。決算後、なぜか上髭をつけて
下落。ただ、その後、上昇に転じて、新高値を狙っているよ。次に、VST。このスライドでのポイントは、2024年、2025年に 2.25 ビリオンダラーの自社株買いを予定していることかな。こちらが決算数字と2024年のガイダンス。超正誤 EBITDA は813ミリオンダラーだったよ。Q1 は米国で観測史上最も暖かい冬となったため、電気料金が予想を下回ったとのことだよ。2024年のガイダンスの超正誤 EBITDA は 4.55 から 5.05 ビリオンダラーだよ。データセンターやその他の電力需要源の潜在的な建設など、大幅な電力需要の伸びについて、VST はここ数ヶ月議論してきたよ。まず、米国のデータセンターにより、2030年までに35ギガワットの追加の需要がある可能性があるよ。PJM の電力需要の予測は、昨年の予測と比較して、CAGR が2倍の 1.8% になっているよ。テキサス州では ERCOT の報告によると、2030年までの負荷の増加率は最低で年間 1.6% から最高で年間 6%、さらにそれによりも増加するということが言われているよ。これらの需要の増加は、石炭火力発電所の廃止が見込まれている送電網で対応する必要があるよ。成長市場において信頼性が高く持続可能な資産の多様なポートフォリオを考えると、VST はこれらのトレンドに対して有利な立場にあるよ。右側のグラフが今のオペレーションによる調整後 EBITDA だけど、CAGR で 18% の伸びが2026年まで期待できるよ。買収した原発のエナジーハーバーの期待が上昇しているよ。右下のグラフが買収による相乗効果だけど、その見積もりを上方修正しているよ。カンファレンスコールの内容はこちら。潜在的なパートナーとの話し合いで非常に興味深いのは、VST が通常、パートナーを見つけて、彼らのエネルギー需要に入札する機会を模索するのが普通だよ。今ではこれが逆転しているよ。実際に私たちに直接連絡してくるパートナー、潜在的なパートナーがいるよ。彼らにとってスピード非常に重要だよ。VST には12の州と4万メガワットの電力が明らかにあるので、逆転させ、実際に自分たちでいくつかの RFP を出したよ。RFP とは提案依頼書だよ。すなわち、電力会社が提案するのではなく、電力が必要な会社から提案してもらうためのものを出したということだよ。そのため、インバウンド対応ではなく、実際に市場に出かけて、実際に複数の会話を同時に処理し、VST にとって最適な機会が何かを確認しているよ。そのプロセスはまだ完了しておらず途中だよ。そして VST はその関心に非常に興奮しているよ。もちろん、ハイパースケーラー、共同ロケーター、特定の開発者がそのプロセスに参加していることは想像できるよ。VST はそれに多くの時間を費やしているよ。これはおそらく電力業界にとって、ここしばらくで最もエキサイティングな発展だよ。一つまたは複数の有能な関係者にとって優れたパートナーになれると考えているよ。そして、どちらが先に起こるかはまだわからないよ。電力業界の業界を大きく変えるようなことが起こっていることがわかるよね。ただ、それが判明するには、まだまだ時間がかかりそうだね。VST の冷やしチャートはこちら。決算後に大幅上昇し、新高値を更新しているよ。最後に CEG。こちらはあまり紹介するところがないので、クイックに。追加で1ビリオンダラーの自社株買いを承認したということだよ。自社株買いがみんな盛んだね。2024年から2028年にかけて、ベース利益は 10% 以上の CAGR を見込んでいるよ。カンファレンスコールはこちらの内容。
SMR 設置の可能性についての質問に対して、Google、マイクロソフト、ニューコアスティールからの RFI があったよ。RFI は情報提供依頼書のことだよ。CEG としては、既存発電所から開始した長期契約を提案したよ。SMR などの技術調査もするよ。CEG はロールスロイスにわずかな株式を保有しているよ。ロールスロイスは次世代小型原発である SMR を作っていることは SMR の動画で紹介したよね。ロールスロイス以外の SMR 技術も検討し、適切なコストで将来のニーズに最も適した技術をオーナーと協力して見つけるよ。すなわち、既存の原発と将来の SMR を組み合わせて提案していくことを目指していくようだね。ロシアのウラン濃縮禁止法案に関する質問について、1年以上前から禁止令を予想していて、1年前の戦略を実行するだけとのことだよ。今後10年間運営するために在庫を増やしてきたとのことだよ。あまり心配なさそうだね。CEG の冷やしチャートはこちら。決算発表後に上昇して、こちらも新高値を取ってきているね。それじゃ、また次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。